こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はキャベツの保存にもとっても便利なスキャベツをご紹介します。スキャベツというとシュークルートという乳酸菌で発酵させるタイプのものもあるんですけれども、今回はお酢を使うことで作ってすぐ食べられる、そして失敗もないし保存もしやすいというとっても簡単なレシピをご紹介したいと思います。お酢を使うので糖化予防や高血圧の予防や改善、そしてしばらく続けていただくと便秘解消や美肌効果も期待できる、作り置きにも便利なレシピになります。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。キャベツとお酢を掛け算することで様々な健康効果が期待できます。まずキャベツの栄養なんですけれども、食物繊維、不溶性と水溶性がバランスよく含まれているお野菜です。そしてビタミン C も豊富なお野菜なんですね。そして名前の由来でもあるキャベジンという成分が胃腸薬の名前にもなっていますけれども、胃腸の働きを助ける効果があります。もう一つ、キャベツは油中のお野菜特有のイソチオシアネートという肝臓の解毒を助けたり抗酸化作用のある物質を含んでいます。キャベツを細かく刻むことで酵素が働いてイソチオシアネートというものが作られるんですね。または体内に入ってきた時の腸内細菌によってイソチオシアネートが作られることも知られています。なのでお腹の環境を整えておくというのは様々な栄養素を作り出すのにも非常に有効なんですね。そしてお酢です。お酢は毎日大さじ1杯から2杯程度摂っていると内臓脂肪を減らすことが分かっています。なのでダイエット効果はもちろんなんですけれども、糖化の予防にも役立つのでアンチエイジングにも役立つわけですね。さらに腸内環境を改善するのにも役立つ発酵食品なので、このキャベツとお酢を合わせることで相乗効果が働きます。お食事の初めに食べておくのが最も効果的なんですけれども、お肉料理の付け合わせとかアレンジレシピもいろいろ可能です。それらも合わせてご紹介したいと思います。材料はこちらです。キャベツ、これね4分の1個分なんですけれども、結構大きめなキャベツの4分の1になります。あとお酢ですね。これは今回米酢なんですけれども、リンゴ酢とか黒酢とかお好みのものを使っていただいて大丈夫です。そしてお塩と蜂蜜になります。これが基本のスキャベツです。はい、そして今回は保存袋を使ってね作ってみたいと思います。とっても簡単な作り方になります。はい、キャベツの方は千切りにしていきます。キャベツは刻みながら袋にこのように入れていくと簡単です。細く切ってもいいし、少し幅があってもいいし、そこら辺はもうお好みの感じでね刻んでいただいて結構です。でキャベツをねこのように刻んでいるとキャベツの断面から酵素が働いてイソチオシアネートという有効成分にね変わるんですね。4分の1個分のキャベツ、結構な量ありますけれどもね、少しね大きめの保存袋を使っていただいた方が混ぜやすいのでねおすすめです。はい、ではキャベツにこれからお塩を加えていきます。小さじ1ぐらいのお塩を加えているんですけれども、もしねお塩が気になる方は多少ここは減らしていただいても結構です。でお塩をね混ぜるときにもうすでにこのお酢の中に調味料を混ぜておくと簡単に溶けて楽なんですね。この蜂蜜もね全部合わせておきます。ちょっと蜂蜜がね溶けにくいんですけれども、全体をこのように混ぜて、でもしね蜂蜜が硬い場合は少し電子レンジにかけると緩くなります。はい、そしてここにかけてしまいます。はい、あとはですね袋の中でね調味料が全体に行き渡るようにしっかりと混ぜていきます。軽くこのように空気を抜いて、密封します。
このように向きを返してあげるようにしながら、調味料をね、適度になじませるようにしてください。で、この状態で冷蔵庫で一晩寝かせればもう完成です。本当にね、無理にぎゅうぎゅうキャベツを押したり揉んだりする必要もなく、調味液をね、全体に絡めていただくだけなので、とっても簡単です。で、キャベツがね、自然にこのお酢とか調味料をね、吸い込んで馴染んできますので、無理にね、水を出そうとしないで、もうこの状態で冷蔵庫に保存してください。早く食べたい場合は少し馴染ませるようにね、押してあげてもいいと思いますが、もう保存の代わりという感じで、このような感じでね、下処理をしておくと、この状態だとキャベツ2週間ぐらい冷蔵庫で保存もできますので、とっても便利です。ぜひ食前に小鉢1皿分ぐらいずつを目安に召し上がってみてください。このキャベツはお酢が効いてるんですけれども、そのまんま召し上がるのが飽きてしまったら、サンドイッチのお野菜の代わりにしたり、ツナ缶を加えたり、このままスープや炒め物に加えてしまったり、お料理にも活用できるので、とっても便利です。一晩寝かせた状態のものです。では、お皿に盛り付けてみたいと思います。見た目はね、あんまり変わらないんですよね。普通の漬物よりももっとね、全然あっさりした感じで、塩分もね、控えめなので、さっぱりとね、爽やかにいただけると思います。コールスローよりも全然ね、軽い感じなので、本当にね、たっぷり召し上がっていただけると思います。簡単スキャベツ完成しました。一晩寝かせたスキャベツ、ちょっとお味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。塩もみをしていないキャベツなので、見た目はなんか生のキャベツみたいなんですけれども、歯ごたえもね、そのまんま残っていて、でも味はしっかりと中まで染みています。とってもいい感じに仕上がっていました。生のキャベツの甘さもしっかりと感じられるようなフレッシュな味わいのキャベツなので、酸味もね、まろやかでとっても食べやすいと思います。お食事の初めに小鉢1つ分ぐらいを目安に召し上がっていただくと、ダイエット効果はじめ様々な健康効果にも期待できると思います。もちろんお肉の付け合わせとか、あとスープとか炒め物とか、その他の具材をプラスしておかずとして召し上がっていただいてもいいと思います。たっぷり作っておくと本当に便利です。ぜひ試してみてください。今回はとっても簡単なレシピでスキャベツをご紹介しました。キャベツの保存としてもとっても重宝しますので、ぜひたっぷり作って冷蔵庫にストックしておいてください。冷蔵庫で2週間ぐらいまで保存可能です。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。